どうもどうも、こんぱんだ。皆さん、お疲れ様です。どうもどうも。本日もアースリバイバル配信、まったりとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと日が空いてしまいましたね。申し訳ないです。ちょっとね、まったりゆっくり自分のペースでやっていきたいと思います。ではでは、そんなこんなで、今日はですね、ずっとなんだっけ、鉱石武器ジョブでやってきたんですけど、ちょっとね、金策というか、金塊集めるときもちょっと、なかなかね、素材は集まってきて、作れる状況になったんだけど、売れなかったりとか、まあ自分のね、使ってる武器とかが、まあ一応まだ完成ではないけど、ある程度ね、まあ妥協っていうか、これで使っていこうってとこまでできたんで、で、箇所をね、防具に移したので、今回は木材防具に切り替えてやっていきたいと思います。なのでね、一からあえて木材を避けてたけど、今回は木材を集めていきます。ハルソンさんいらっしゃい、こんぱんだ。お疲れ様です。今日から木材採取を頑張っていくよ。今まであえて避けてた木材を。木材変更したお金ないのだから。金塊がない。ラテックスもそうだね。ラテックスも必要だね。防具強化に全般的に使うから、武器も完成してないけど、とりあえずは、ランダムの金と、固定にエピック2個つけて、金をつけるだけの状態になってるから、まあ、厳選は必要なんだけど、下のランダムの箇所。まあ、とりあえず、使っていける形にはなったから、他をね、作っていかないと。そのためにはね、もう、防具になるしかなかったんよ。あと、金塊をね、集めたら、いろいろさ、装備とかを買ってこう、引き継ぎで切り替えたりとかできるけど、金塊がそもそも売れなかったんだよね、もう。多分みんな終わってんだよね。終わってるか、なんだろう、50装備から60になって、別にそんな急いで60に切り替えてやる必要がまだないから、あんまりこう優先的にやってる人は少ない。で、その優先的にやってた人たちが、おそらく厳選がある程度終わって、防具に移っちゃったんだよね、きっとね。で防具の方も今値段、材料とかも下がり出してるから、それだったら、自分がまだ終わってない強化に素材使う防具の方がいいかなと思って、移ってきたよね。もう、全然売れないよね。びっくりするぐらい売れない。だってマイクロセンサーなんかさ、もう、50レベル装備だったら後半だね。本当の終盤ぐらいになった金額になってるから。もはや。プリズマイト鉱石ももう同じになっちゃったね。ずっとこっちだけは高かったけど、おそらく、あれだよね。コードに使う材料とかも全部集め終わって、武器も強化が終わったみたいな。ルチルが高いで。ルチルは、あれなんよ。家具だから家具ポイントにしてるのみんな。で、防具の方が上がった。今まで防具がね、下がってたんだよ。防具の方がまだ下がって、武器が上がったのが逆転したから、だから、この生地と、こっちの防護布
を作りつつ少し取引所に出しながら金塊も集めてっていう感じかな。で少しずつ多めに素材を集めて、で最終的に廃品になった時にこの宇宙機材とか作ってちょっと売りに出そうかなと思ってる。だから3種類をある程度少しずつ集めて、今のコードが全部終わった後の新しいコード、ペガサス号にここで取れる素材で多分上がるコードのアップ素材を3種類均等にこう集めて、なるべく買わないようにっていうね。隙間産業狙いのため廃品と10のまま。でも今回さ、この機体狙う人少ないよね。俺機材狙った方がいいと思うんだけどな、絶対。建築ジョブ自体がそもそも少ないから、まあ、ハルソースさんの場合はスタミナがないからあんまやんない方がいいけど。昔はね、一番建築ジョブが良かったんだよね。電力に使えたから。次の硬い機材から電力入れなくたって、使えなくて、今も使えないから、今日はありません。だから滑らかな機材以外の、まあ、上位というか、次に出た機材とかが電力で使えるようになったら、めっちゃくちゃ売れると思う。まあ、実装するかどうかわかんないけど、なんでしないんだかわからんないけど。そんなね、前のっていうか、前のマップの素材で作る機材だけ売ってるって状態がね、なんでなんだろうなって未だに思ってるけどな。滑らかな機材。だってもうだいぶ経つのに滑らかな機材、まだこの金額で売れるんだよ。それだけ電力効率がいいんだよ。俺はこっからちょっといっぱい金貨貯めなきゃいけないから。あとね、今このお家住んでんだけど、今実は裏で家作ってて、今日のサムネのバックにも途中経過載せてるけど、シェルター素材狙い。そう、絶対みんなが使う素材ってシェルターなのよ。だから、でしかも、シェルター素材大体10個とか12、3個しか使わないけど、それ以外は、必要確に使うんだけど、機材って。ただ、絶対数が多いじゃん。1人12個しか使わないにしても、それが100人いたらどんくらいになるっていう単純計算。それが何千人規模でいたらどうなるみたいな。今作ってんだよね、裏で。本当は配信やろうと思ったけど、配信やったらみんな眠くなっちゃうから、今作ってる最中。青い階段と青い手すりが欲しいんだけど、それは課金のさ、海の家買わなきゃいけないから、ちょっとね、その辺がね、まだ、あれなんだけど、青い作画が来たらね、ちょっと境目いっぱい作りたいんだけどさ、ちょっとお城っぽくしたん。この一番上に、王の玉座でも作ろうかなと思ったんだけどさ、こっから上がっていけるね、ほら。このさ、動いてる、この波打ってるさ、このついたてがさ、なくて、ずっと使いたかったけど使えなかったんだけどさ、
うちのギルマスが持ってて、売ってくれた。売ってくれた。売ってくれたから、夏ガチャの欲しかった家具類は全部手に入れた。ガチャをしないで。全部金塊だよ。この見た目がな、あれなんだよな。この上でもう一個なんかさ、こうちっちゃく作りたいんだけどさ、なんか白っぽくさ、てっぺんみたいな。なんかうまいこと作りたいんだけどさ、一個だけつけてもさ、なんかおかしなことになるから、あえてつけてないんだけどさ。なんかいい感じなんないかな。ほんとその、なんかね、砂浜のさ、お家、課金のプランのお家を買うと、青色の階段と手すりとかが手に入って、結構さ、敷に使えるんだよ。もともとこう敷いっぱいつけてたんだけど、見栄えが悪くて今全部外してあるんだけどさ、こういうキワキワのとこに青いやつが置けたらめちゃくちゃ綺麗になるんだけどさ、そのために買えってたらめっちゃ高いから、ないからあるものに代用代用みたいな。で、しかも、その青いお家を買ったら、なんかタワーができるよね。全面ガラス張りの、なんか筒型の丸みのあった、なんか建築家具があるんだよ。まあ、もともとの形状わかんないけど、多分重ねたらそういう風に作れるんだろうけど、なんか、細長い、丸っこいやつ全部今四角いやつしかないじゃん。丸い角がなくなってる建築物はないから、多分それ使うと、なんか、筒状にできるのよ。それが持ってきたらもっと白っぽくできるなと思ってるけどさ、高いんだよな。今現時点でそれを買うんだったら、どうしても戦力上げたいって思っちゃうから、全部ある程度戦力が自分の目標値、まあ、金チップ7とかの自分が最低限目標にしてるとこまで全部終わってるんだったら、まあ買ってもいいけど、今現時点そっちに避けないなと思ってて。安かったらいいけど、高いからさ、地味に。だからガチャとかもやりたいけど、できないんだよね、高くて。もうちょっと綺麗なお家に住みたいじゃん。だってせっかく住むんだったら。だからぶっちゃけこれも、今さ、積み上げてるけど、1階に、なんだろ倉庫の容量を1000に上げるために、この1階に隠れスペースを作ってるわけよ。外に出さないように、中に隠しておくようにスペース隠してあるから、結局2階から、こう、自分の住居みたいになってるんだけど、毎日プレミアム開放しますか？バトルパスは開放した方がいいんじゃない？あ、プレミアムじゃないか。普通の方か。バトルパスはね、安い方でも開放した方がいいなと思う、絶対。もらえる報酬がいいから、まだ俺も開放してないけど、今回は。じゃあ、ぼちぼち、いけますかね？木材を集めに。今回もね、その木材を集める場所も見つけてあるから、どこだっけ？こっちか。この、エディトンハブでおそらく鉱石集めてる人いっぱいいると思うんだけど、この一番横のさ、こう四角いところにも木材のやつ結構あるんだけどさ、その鉱石が邪魔じゃん？俺めっちゃな、鉱石を避けて、
とんのすげえ邪魔でさ、ちょっとストレス溜まっちゃって、そしたら、この横のさ、この他のところに移動するためのこの字になってるところ、このエリトンハブのこの字になってるところにめちゃくちゃ木材あるんよ。で、そこは木材と草のやつしかないから、しかも敵も湧いて、敵の素材、モンスタードロップも集められるからめちゃくちゃいいなと思って、ここ。本赤1本完全無課金で、運で行けるとこまで行くよって。いいところだよ、ここ。ここ最高。ただここ最初さ、回り方悩むよね。あっちは見てないんだよな、まだ。あれしない。石材と木材を据えて集めてるから効率重視に。やっぱジョブ素材もちゃんとスタミナあるうちは考えながら行った方が絶対。あ、間違った。ご飯食うの忘れた。ご飯は中華風おやきです。主産物の伐採量アップと副産物アップ。採取してる。あ、ライバルいるな。もう一番何がいいかってさ、このさ、木材とかってさ、取り合いにならないからいいよね。上もありますが似ている印象。これ、だから、片方をずーっと走ってって、上に戻ってく感じで、なんかちょうど湧く感じになればいいんだよ。鉱石集めるとこもさ、行ったり来たりしてさ、ちょっと湧く時間待たなきゃいけないじゃん。だからその時間が無駄だなと思ってて。それだったら、こう、なんかこう、回収して歩いてて、回ってきたら、自然的にこう、新しいのが湧いてるみたいな。で今回はこの草も取っていきます。何気にこの草はいっぱい欲しいよな。毎回思うけどさ、草ってさ、なんか地味にいらないんだけどさ、後々必要になってきて急いで取らなきゃいけないものなんだよな。話ガラッと変わりますが、顔するようなポイントって上限上げるにはクリアするしかないですか？んカオスリオンポイント上限を上げる。クリアだね。なるべく早くクリア。結局あれって、なんか敵を倒した動向っていうか、クリア条件に書いてあるじゃん。なんか何体倒すとか、ボスみたいなやつ倒すとか。で、なんか全部を倒す必要はないんだよ。出てきた敵を、まあ何体倒すとかそういうものだけ倒していけばいいんだけど、それをいかに早くクリアするかがポイントに加算されるのさ。残りの秒数。
だから今もしクリアができてないんであれば、まずクリアすることを目標にするしかないし、クリアできててもうちょっと上げたいっていうんだったら、おっと攻略タイム関係してるよ。だから戦力高めで、問題なく敵もさ、出てくるボスもあっさり倒せるよって人たちは、あとはいかに早く、まずそこまでいかに早くたどり着いて、倒すかっていう問題点になるから、移動速度アップのご飯を二重にかけて、いくみたいな。ただどうしてもね、足の速さってね、みんな同じじゃん。戦力は強化できるけど、足の速さってみんな同じだから、それを、飯バフで補って、いかに自分が通る道とかも無駄なく、ロスがなく走り抜けて、クリアするかみたいな。俺はいつも普通に何も考えなきゃ言ってるけど、それで大体5000ぐらいなんだよね。何も考えずに言って。県外じゃないでいいんじゃない？上を目指したらめちゃくちゃ経いないと思うで。まあ楽しいと思うけどね。タイムアタックみたいで。だから今、とりあえず、やるコンテンツとはも限られてるから、まあ自分でこう目標値決めてさ、やったら楽しくできると思うよ。例えばポイント、今の上位の人って1万ポイントぐらいだから、その、1万ポイント目指すとか。でそれを火力上げればいいのか、何すればいいんだ、みたいな。俺はどちらかというとなんかスコアを上げるっていうよりなんか、めちゃくちゃ難しい高難易度をどうにかクリアしたいっていう方にモチベーション上がるタイプだからさ。グラナイトメダル貯めた方がいいね。俺も今使い切る前4万ぐらい貯めたけどさ、めっちゃ上げれたよ。4万ぐらい貯めて一気に上げるっていう。ここ数日俺多分ね、今週多分いけないかも。まだ6000しか溜まってない。全然いけてないから、今日行ったとして、今日金曜日でしょ？金。1万は、1万ちょいはいけるけど、1万4000は無理だな。まあ、車頑張ればいけるかもしれんけど。配信のおかげで攻撃が4930ギラ来ました。武装評価は、あんま気にしなくていいと思うけどな。武装評価単純にペットとかも入ってるから、あんまりね、気にしなくていいと思うよ。そう、今日アンケート来てたじゃん。俺アンケートに書いたけどさ、まあスマホでやればいいって言われたらそれまでだけど、ぶっちゃけさ、スマホとさ、PC って分かれてて、PC でやりたい人もやっぱいるわけよ。なんか画質よくやりたいとか、手元操作じゃなくて、ちゃんとキーボード、キーマウでやりたいとかさ、まあそういう人がいる中でさ、PC だけがその VNAS とかデータができない状態だから、
もういい加減にしろよって書いてある。もういい加減、もうお好きにお書きくださいって書いてあったから、もういい加減にしろって書いてある。クロスプレイに関しては別に分ける分けないは、それは別にいいと思ってて、ただできないっていうことは問題だね。別にクロスプレイにして他のゲームをしてるとこあるけど、クロスプレイにするかどうかって、大体そのユーザーがさ、なんかこう切り替えで、自分で選べるっていうのが結構多く採用されてるから、そういう風にしたらいいんじゃないっていろいろ思うけど、まあそれはね、運営する側としたら、まあ、できるできないっていうのはみんな違うと思うから、それはさ、運営方針に従ってやってもらえばいいんだけど、全くできないっていうのが問題なんだよね。なんか一時期なんかその抜け道みたいのがあってさ、それでやってる人多かったけど、結局それやったらさ、できるかもしれないけど、後々、なんだろうね、万対象ですみたいなものになるわけじゃん。そうだよ。PVP 要素ってさ、結局頑張って戦力と上げた時にさ、それを、要は試す場所じゃん。競い合ったり。なおかつ、アサリバって今、コンテンツ的に、それしかないわけよ。で、ボスとかだって、まあ最近このペガサス号とかアップデートされたけど、なんかこう、常時何か強い敵が出てくるわけじゃないし、なんかレイドみたいなものもあるわけじゃないし、なんか周回するようなドロップがある敵がいるわけでもないし、となると、なんか強い敵を求めて PVP に走るのって必然的になんだよね。まあむしろそういう風に仕向けてんじゃねえのかぐらい思うんだけど、で、みんな戦力上げて、いざやろうと思ったらできませんっていうのは、もうがっつりモチベーション落ちるよね。何すればいいのみたいな。廃課金者は特にそうだよ。めっちゃ強い者同士で戦いたいと思ってんのに、そのできる要素が今、そのエリート戦場とギルド戦しかないから、みんな、エデンに集まってるんだよね。その、エデン行けばいいじゃんな、もし思ってるんだったら、もうそのコンテンツじゃなくせばって思っちゃう。そう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 。このゲームって基本的に武器と防具ってあれなんだよ。その防音余力とか、まあその装備自体に備わってる、ウルトラにした時の特殊スキルみたいなのあるけど、基本的に攻撃力か防具かの違いしかないんだよね。あとはもうだって再構築でいくらでも盛れるわけだから、だから、レベルが、まあ多分ね、レベル30ぐらいと100で振ったら、まあ多少のさ、火力が足りませんとかあるかもしれんけど、ガチガチにこう、再構築とかさ、融合データ買いあさって詰め込んでる人以外はできんかもしれんけど、普通に毎日デイリーダンジョン行ってデータ集めてたりとか、まあ、ある程度ね、こうやって金策して、装備買って引き継ぎとかしてる人から見たら、全然余裕でいける範囲だと思うんよ。エイド洗浄はまあね、瞬発火力に完全に寄せないときついかもね。俺も解けるけど。なんだろうね。完全瞬発火力なんだよね。で、みんなそれに寄せて、専用のコードとか作ってさ、言ってるから、普通に言ったらそれは負けるよ。逆に言ったらそれを楽しみにしてるんだよね。まあ強い人とも普通に当たれるし。
そういうとこが楽しみなんだけど、でもやっぱりランクとかがついてるんであれば、上げたいなと思うのが、まあ普通の考え。あ、じいじいらっしゃい。いつもなんかめんどくさくてさ、インタビューとか、ノーにしてるけど、今回イエスにしたわ、さすがに。もしその言う機会があるんだったら言ったろうと思って。まあ、運営する側しかわからない悩みってのも絶対あるから、そんなね、自分勝手な要望とかはないけど、さすがにね、できないコンテンツがあるっていうのはさすがにさ、よろしくないんじゃないかなと思うから。そこだけだな。最近自分よりもそう評価高い人より根気力を高くすることを快感覚えてる。じいじと一緒じゃん。じいじと考え方一緒やん。それはもうあれだ、データ融合再構築頑張るしかないよ。仲間って。まあ、じいじはデータで持ってる感じかな。なんかこのゲームってさ、まあ攻撃とか高ければ高い方がいいけど、そりゃ。けど、結局余ダメージ勝負なんだよね、このゲーム。詳細と詳細。まあ確かに。では、まあ、そつかないからな。だから攻撃力高い方が強いっていうのも間違ってはいないけど、実際にダメージを出すって考えたら、それよか余ダメージとか、スキル余ダメージとか、通常余ダメージとかを上げた方が、実際の火力は出るからさ、そっちの方が。もうなんか、最近さ、その金の攻撃データ出たら嬉しいし、単純にステータス上がるけど、それよか、なんだろう、スキル余ダメージとかを、ランダムと固定に2個つけて、必ず2個あるような状態に持ってた方が、普通に強いっていうのがね、だんだん分かってきてるから、あればあった方がいいけど、金の攻撃プラス、そのスキル余ダメージをどっちもつけるって結構、回数こなさないと無理なんだよね。よほどの幸運じゃない限り。まあ、固定には差し込めるけど、ランダムって運じゃん。金とエピックと同時に引くっていうの。俺50の時引いてたけど、なかなか狙ってくるもんじゃないから、金庫4負けって。だからエピック重視で組んでて、ある程度終わった時に、まあ余ったレジコアとかエピックコアで作って、昇格したやつも含めて、なんかこう二重にダブルで引いたやつを引き継ぎしていくみたいな。だから次の工程だよね。一通り作り終わった後の、さらに戦力を上げるためのプラスアルファの工程みたいな。コア難民。アルストースはなんか再構築の日めちゃくちゃいいのに、コア引かないよな。ほんと。なんか鍵なしのコア出たら、なんかとりあえずハルストースに回して再構築でやってちょうだいって言った方がいいってぐらい出てるよね。全然出ねえもんな、俺。コアは引けるのに、全然再構築成功しないっていうか。俺60装備だったら、50は出ないわ、ほんと。これでも買ってぐらい出ない。再構築職人。それはそれでありなんじゃないかい。
あれ、俺どこ目指せたんだ、今。なんか俺目指してた、なんか回収ルートと違うとこ来てるな。でも今回はね、とりあえず攻撃固定、近攻撃1個とランダムに攻撃の2個付きのやつと防御が2個付きを目指したい。とりあえずは。今使ってる無礼の最高築ポイント342。いや、俺もあるよ。100台とかで、エピックと金ついてて、なんかラッキーみたいなのあるけど、さすがに最近全然出ないんだよな。なんか、武器より防具の方が出ない、逆に。GG の腕あれ、GG どこだいた。余ダメージすごいゴリゴリ持ってるやん。配信に振ったんだ。属性いらないの？そう、400あるわ。腕にさ、属性つけたら500いくじゃん。いいな、紫金。俺50の時来たけど、これ60全然来ないわ。手に属性強化つけたら500じゃん。40%と35。77。すげえな、でも400台。うん、落ち着いたらシールド最高値で回したいな、俺も。どっから取りたいな。まあ、スキル4ダメージが64%ある時点ですげえけどな。そう、シールドはね、全然俺ダメなんだよね。おお、全属性強化、いいな。ちょっと貯めて俺もやんなきゃな、シールド。俺シールドミスってるからね。何回か金スルーしてるけど、一回全部リセットしてない、ゼロ状態で、金の、まあ、全属性か、余ダメージ系が出るまで、ガン回ししようかな。ヒル余ダメージとか。ほんとね、引き弱いんだよね、これ。この弱点ひだめ軽減さ、何もしなくても21%あるから逆にいいけど、弱点ひだめージって弱点じゃん。これが通常ひだめージだったらめちゃくちゃいいけどさ、上げなくていいのは助かるんだけど、だからもう一回貯めてやんなきゃな、どっかで。優先順位は低めだけど、めっちゃかかるんだよね、シールドを上げるときに。やってみようか、今。とりあえず、固定しないで、今200何本あるから、金の
スキル用ダメージとかが出るまで。属性が一番嬉しいけどな。あ、来たスキル用ダメージ。92%。来たよ。ハルソース 200?200 は溜まるよ。200は探索してても溜まるけど、結局欲しいのが来たら固定しなきゃいけないから、それをなんとかしなきゃいけないわけよ。えって。これいいじゃん。92%、14.8。いいよね、これ。こっち弱点用ダメージ増加と弱点非ダメージ軽減しかついてないから。GG がスーツ解放まであと27枚。お、もう少しじゃん。頑張れ。ハルソースさんが S スーツ解放まで92。92? 今92じゃなくてあと92枚なの。それ結構気が遠くなる。とりあえずこれ変更。やっとパンダにもスキル4ダメージが来た。単純にこれだけで火力が多分上がる。弱点4ダメージついて、あとはもう一回溜め直して、今度はこいつをロックして、紫の何かか金を狙うんだ。そう、こっから、厳選スタートでも今まで4ダメージ系何も来なかったから、まあ唯一来たのが刀だね。刀の 93% のやつ来て、いや、いらねえじゃんって言われて、でも俺欲しいって言って、ポチッと押したら、変更じゃなくて、続けるを押しちゃったのよ。それが一番今まで遠かったやつなんだけど。まあ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 。そんな簡単にできたら、ね一番の、だって、このさ、シール再構築のためだけに、金を使ったとしても、100万積み込んでも、自分の希望通りになって来ないって言ってるぐらいだから、そりゃね、すぐ来ないよ、そんな、すぐすぐは。だから本当、運よく1個出たとしても、残りの、まあ、2つぐらい、来るか来ないかってマジ運だから、本当。だから全部埋めてる人いるけどさ、中には。全部切るの知るけど、よほどの運を使ってるけど、それでもめちゃくちゃお金かかるから。そこまで扱えないな。誰かもう融資してくれないとパンダはできないわ。全部金、ありかしいるよ、全部金。あと1個で全部金になる人ももっといるし。結構ね、なんていうのかな。再構築って全部ね、確率なんだよね、結局。だから、ある時に収束するのよ。もう何でもそうだけど、ギャンブル系もそうだけど、絶対確率があるものって収束するから、だからやっぱり諦めずに連続で回すっていうのがいいんだよね。それか、あえて一回止めて、間を空けてからもう一回やるとか。だから一番使いたくない人は、ある程度回して全然来なかったらやめて、タイミングずらしてもう一回やったら次の一回で出たとかさ、回数少なめで出たとか、だから連続でやって、確率を収束させて、好きなもの当てるっていう方法と、やっぱりこうできるだけ材料とかさ、使わずに、少なめでこう、ピンポイントで狙い撃ちするみたいな方法がやっぱあるんだよね。まあ、それは正確にやり方があるわけじゃないから、まあみんな体感で言ってるだけだけど、多分そういうのがあるから、まあ何にせよ、ある程度の育成が終わってる人がやるとこだね。
まだ育成も何も終わってない状態でやってたら、ただただ無駄に使ってるだけになっちゃうから、ちょい回しの方がいい場合もあるのよ。結局どのゲームもそうだけど、なんかアカウントによってはなんか当たらないとかあるじゃん。よくなんかガチャでさ、当たり赤と外れ赤があって、当たり赤は数十回でなんか大当たりが出るけど、外れ赤は何百回回しても当たらないみたいな、なんか正直あるんだよ。なんかテーブルみたいのが存在してて、だからステータスを厳選するときのこのパーセントってどうしても、そのテーブルが存在するから、そう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 。だからわりかし俺さ、金出たーっていう時にめちゃくちゃ低い数値しか出ないじゃん。だから他の人がやったらみんななんか4%とかさ、限界値ギリギリのやつ引くとかさ。だからそういうのも少なからずあるんだよね。で、大体それって、その運営さんがプログラムを組んだ時に、あえてそういう風にしてるかって言ったらそうじゃなくて、そのコンピューターで、なんか、なんだろうね、そういうランダムで振り分けてるってのが自動的に行われてそうなってるってパターンがほとんどだから、だからあくまで確率はこうですみたいな。だけど内部でこうなってるかもしれませんっていうのはね、いろいろあるよ。説明がつかないこととか。だからそういうとこを知りたいってなったら、もう運営さんと、インタビューの時に聞くしかないよね。俺も一回なんか今までめんどくさくて、アンケートもさ、最初の頃やってたけど、途中からもう、アンケート来てるなーって言ってスルーしてたね。やりもしなくなっちゃったんだけど、みんななんか周りがインタビューしたよって言ってるから、まあ俺も一回ぐらいこの機会に、まあ選ばれたらやってみようかなってのでエントリーした。でたでしょ。全員に来てるよ、アンケート自体は全員に来るよ。で、報酬でなんか青石が60個だったかな。もらえる。で、その最後に、その、インタビューに、もしインタビューがある場合に、参加しますかしませんかみたいなのがあって、するとなったら、なんかその連絡先の、なんかメールアドレスを入力してくださいみたいなやつが出てくる。もし知らないんだったら多分取引とかやってる時にまとめて一括受け取りして一括で削除しちゃってるね、多分。多分知らないうちに削除しちゃってるよ。来てたから。昨日か今日来てたよ。俺は今日アンケートに答えたけど。基本的にゲーム内に来てるやつは、怪しいとかないよ。ゲーム外で、なんか自分がやってる、なんかそのゲームの名前で、なんかメール来てたら、それは怪しいのあるかもしれんけど、ゲーム内に来てるメールに関しては、ほとんど、100%とは言わんけど、ないと思うよ。どの世界も100%は存在しないから、誰かがハッキングしてやるかもしれんから、なんとも言えんけど、チーターもいるし、あれだけども、そんな高頻度で来ることはないと思うから、マジここ木材確保楽だな。
でもなんか木材さ、なんだろう、最初は楽だけどさ、あんま取れなくね？俺なんかどちらかというとラテックスも欲しいけど、緑色のレアのさ、なんか鹿の角みたいな、これだ、鳥居してるってやつ欲しいんだよ。なんだけど、青レアの鳥居コアっていう方がめっちゃ出て、鳥居シェルが出ないんだよね。だから副産物消した方がいいんかなと思ってきた。なんか、ここで集めたいんだったら。多分ね、食べてる爆飯のせいなんだけど、欲しいやつが出てこない。まあそうね、最終的に全部必要だからさ、評価っていうか、作る箇所で全部必要なんだけど、もう少し、俺だって拠点のやつで作ってるもんね。この鳥居してる。作りながらやってる。だからラテックスも欲しいんだけど、ラテックスは1個に対して1個しか使わないけど、鳥居してるの3個使うからさ。だから、ラテックスはもっといっぱいあればある分欲しいけど、結局、1個に対して3個必要っていうその個数のおかげで、そんな急いでさ、ラテックスだけ集めるっていう必要がないんだよね。今すぐ欲しいのはトリーシェルの方だね。ラテックス作るの忘れてコーティングにしちゃった。まあでもいいんじゃない？コーティング上げた方が俺はいいと思うよ。とりあえず60まで上げてないんだったらまず60を目指して、全部60に上げて、で、まず、俺は武器と手と足を65にしてから、前までは、その70いくまで、なんだろ武器と手と足を上げるっていう予定だったけど、やっぱり途中でセット効果があるから、とりあえず50ね、65に武器と手と足上がったら、残りの防具も65にして、それからもう一回スタートみたいな感じにするかな。前まで貯めてたんだけどさ、なんかもったいないってことが分かった。上げれるときに上げといた方がやっぱりいいね。やって 50?50? なぜだ？でもあれかな。交換するとか、そういう時に俺全部、コーティング素材最優先で全部交換するから、そもそも絶対数が違うかもね。集めてる数が。なんか外見とかさ、なんか他に欲しいものあるけど、コーティングが一番重いから、そこはね、優先してる。他に欲しいものはあるんだけど。やっぱりね、欲しいもの、これも欲しい、あれも欲しいやったらさ、結局全部中途半端になっちゃうから、その辺はね、ある程度我慢も必要だよね。まあ、建築に関って言えば我慢しなきゃいけないけど、もう、見た目重視で欲しいのめちゃくちゃあるけど、今。なんか人工島もさ、今さ、シェアメイトがいてさ、人工島入ってるけど、なんか人工島も自分で誰かと作ろうかなと思って、一から作り始めようかな、みたいな。
せっかく配信やっててさ、いや、面倒なんだけど、人口と1からレベル上げて相当めんどくさいけど、配信でその配信に来てくれてる人のグループも作ってるわけだから、人口ともなんかその専用のやつ作ろうかなと思って。そしたらさ、普段からこう集まってる人だから、その人口とメンバーでやるこのモーションをやるとか、なんか、そういうのも楽にできんじゃねえかなとか思ってんだけどさ。やっぱりね、みんな時間違うからさ、なかなかそういうのができなかったりもするから。建築しないのに、建築は別にいいんじゃない？気にしなくても。人口島で優先されるどちらかといったら建築よりも、あれだと思うよ。人口島のなんかミッションみたいなのがあるんだよ。人口島に入ると専用のミッションがあって、なんかフードコーナーになんか食べ物を置くとか、もしくは食べていいねをするとか、人口島のメンバーと、二人モーションをやるとかさ、なんかミッションがあるんだよ。あれで結構家族ポイントが溜まってって、結局、その人口島にいろんなものを置けるようになるんだよね、ポイントを。だからそれをめちゃくちゃちゃんとやってくれる人が、人口島をやってる側からしたら、めちゃくちゃ欲しい人だから、逆に言えば、なんか俺みたいに、なんかめっちゃ建築自分でやりたいって人の方が嫌われる。人口島に人口島でさ、こういう風にやっていきたいっていうのがもともとあるとこだと、いや、こういう風にここはしたい、いや、決めてるんですよって言われてもさ、これやりたいからって言われたらさ、方針変わっちゃうじゃん。だから結構募集の時に、なんか人工島のなんか装飾系をなんか気にしない方とか、なんか自由にやらせてくれる方募集しますって多いよ。こちらが全てやります。それでもいい方みたいな。よいしょ。一回帰ろう。基本的に人工島って何がいいかって言ったら、人工島バフがあるんよ。人工島自体にバフがあって、そのバフを使いたい人とか、あとは単純に普段一人でやってる人が、人工島メンバーと一緒に遊ぶとか。ヴィーナスいいな。ヴィーナス行きたいわ、ファンダム。めっちゃヴィーナス行きたい。人工島バフあるよ。どこで見んだっけ、人工島のバフって。これか。島テクノロジー。バックパックプラス4とか、HP2% アップとか、なんかいっぱいあるね。スマホは、スマホはマッチングするよ。すぐ。いいなぁ。羨ましいぜ。スマホほっかほかいけねえやマッチング。それはやばいやつだ。これ属性325。雷か。じゃあいいや、このままで。俺も一回マッチングしてみようかな。あ、そうだ。
その前に飯を食べとこなきゃ。ヴィーナスやりたいな、マジで。とりあえず2分ぐらいだけちょっとマッチング待機してみようか。あ、木さんいたわ。未だに待機。スマホもさ、マッチングしなかったら、そりゃ PC なんか絶対マッチングしないよ。スマホでマッチングしなかったら無理よ、もう。PC は絶対マッチングしないから。とりあえず2分間だけちょっとヴィーナスマッチング待機してダメだったらもう一回最終行くわ。だからデータ洗浄はダイヤに上がってるからいいんだけど、ヴィーナスがさ、まだ超新星2で止まってるから、やりたいんだよね。あれよ、ヴィーナスマッチングしようじゃないの？ハルソーさん来たけど。あれマッチング中に移動できるようになったの？ワープしたら、あれマッチングなくなんじゃなかったっけか？外れちゃうんじゃなかったっけ？優勢。こういう時にギルドとか必要だよね。流星付近の人を8人集めて一斉にやりましょうって言ってやればいいんよ。みんなでさ、よう挑んで。そしたら、必要人数が集まるから、それでできなかったら、そもそもシステムおかしいから。いや、人数いるじゃん、みたいな。まあ、仲間同士で競うことになるけど。恨みっこなしで、みたいな。木さんが腐った木さんいるよ、ここに。木さん今、瞑想してるから、瞑想。それ何なんだろうね。なんか結構いろんな人も届いてるから、なんか気になった人が、これ何ですかっていうなんか DM を送って、そっから交流ができるようにっていう多分そういうやつなんじゃない？はい、マッチングしません。はい、終了します。やっぱマッチングしないわ。あ、そうだ。忘れてた。布切れ作ったけど、もう防護服布作ってねえや。これ作んなきゃ。6個なのか。1個に対して6個も使うのか。これしんどいな、これ作るの。もう戻ってきたら2人入ってるし。戻ってきたら2人いるんだけど。まあ、そんな2人置いて俺は採取に行くけどな。俺は木材採取に戻るけどな。とりあえず300個ぐらいずつ作りたいな。スタミナ持つかな、そこまで。あ、まだ23000あるわ、全然。全然いくわ。今のマックス回収で、3000、4000減ったんかな。全然いける。あれでそんくらいだったら、300個はいけるな、頑張れば。3回行けばいいのか。あと2回か。あと2周したら300個いけるわ。あ、いいな、マッチング。ずる。
俺もスマホ、俺、キャンセル悲しい。キャンセル悲しいな。風呂に入るしかない。PC でキャンセルされたらめっちゃ怒だからね、みんな。あーってなるから。誰がキャンセルしたやつだみたいな。押さねえなんてやんじゃねえよみたいな。マジ PC のマッチングがマジ奇跡だからさ、それをキャンセルされたらね、マジたまったもんじゃないんよ。いい加減修正してほしいな。残響行ってないの？俺今日残響やるときちょうどさ、ハルソースさんパーティー組んでたから残響行ってんのかと思ってたわ。あ、輸送してたのか。俺ちょっと遅れてきてさ、40分過ぎに来て、みんな終わってるかなと思ってそっからやっとった。マッチングいいやん。マッチングいいやん。いいな、ビーナスやりたいな。スマホでミラーリングって言うけど、ミラーリングで今の環境の配信できないんだよね。画面だけ映すことはできるけど、それじゃダメなんだよ。スマホか。キャプチャーボードを俺使わないと思ったから知り合いにあげちゃったんだよな。キャプチャーボードがあったら一応スマホでやってるやつを今と同じ環境で映せないことはないんだよね。敵強すぎ。ヴィーナスはね、エリート戦場と同じやり方でやっちゃやられちゃうから、どちらかといったら裏取りだね。正面突破じゃなくて、味方が正面突破しようとしてるんだったら、その背後から敵を撃ちに行くぐらいのスタンスの方がいい。ベースがそうだ、そっちの方がいいよ。正面から溶かせるぐらいの火力があるんだったら、正面突破でもいいけど、腕使ってるんだったら、正面突破よかは、どっかこう、隅の隠れてる何かの遮蔽の隙間から相手を射抜くっていう感じの方が絶対いいから、敵にバレないようにこそーっとなんか移動して、ハルスオースターのね、多分ね、攻め方だったら多分ブレイより絶対ね、ソーラーウィンドの方が合ってると思うけどな、俺は。それは多分それはもともとカチカチの人なんじゃないか。
まあカチカチの人当たっちゃったらそれはしゃあない。6歳に15。あるある。だってヴィーナスはめちゃくちゃハイ課金の超強い人とマッチング、自分のチームだったとしてもさ、結局残りの3人がめちゃくちゃ死んじゃったら負けるから、やっぱりどれだけ死なずに立ち回れるかってのめっちゃ重要なんだよ。だから結構ね、戦力がもう明らかに足りなくて、すぐやられちゃうからって、なんかめちゃくちゃ諦めが早い人が結構多くてさ、なんか特攻はその火力があったり、硬い人にさせて、横からちまちま撃ってる方が結構勝てる。人工島でバッチングしたらなぜかドゥーガにも飛ばされてるやん。飛ばされてる。ソーラーも強いよ。ソーラーはね、味方の火力を上げることもできるし、自分の火力も上げれるし、姿消せるし、慣れたらめっちゃ強いと思う、ソーラー。俺、ファルコン使えなくなったから、別にソーラーでもいいかなと思ってんだけどさ。なんか、フロストとかでチャージめちゃくちゃ楽でさ、刀をフロストにしてもいいなと思うけど、今のその残響のさ、住人がどうしてもその、刀必要じゃん。誰かに任せてってもいいんだけど、ある程度さ、こう顔見知りとかじゃないと、なんでこいつ持ってこねえんだよっていうことになっちゃうから、やっぱ持ってった方が安全よな。マジ刀使いづらいんだよね、もう、連続攻撃はグリッチですみたいな、騒いでてさ、なんか知らないうちにやってる人いっぱいいるけど、それをなんか指摘する人も出始めててさ、マジ使いづらい。そんなさ、敵の攻撃受けながらさ、攻撃しててさ、この1回、2回なんかやってる人いないじゃん。ある程度こう回ってきてさ、スキルが打てるようになったら連続で押すじゃん。ソーラー悩んでるソーラー。ソーラー弱くはないよ。ずーっと昔からソーラーは。姿も消せるから裏取りとか楽だしな。立ち回りの仕方次第じゃない？対人でもブレイめっちゃ強いし言うで。結局自分で、そう、車線管理とかをしてやれるんだったら、どこでもやれるのよ、ブレイって。あくまでソーラーウィンドウは姿が、まあ、完全じゃないけど、姿が見えづらくなって、
まあ、視界から消えやすいから、敵の裏を取ったりとか、背後に回ったりとかができて、不意をつけるっていうだけで、その行為を普通にできるんだったら、グレーでも全然いいのよ。突撃だったらそもそもスナイパー系は持っちゃいけない。それは持っちゃいけない。だからスナイパー系って基本的にサポート職なんだね。突撃する人がいて、その人を援護するってのが、本来の役割なの。敵に気づかれず一発で仕留めるみたいな。秒砂秒砂ああ、強い人はできるよ。スナイパーも火力を上げて、リロードとか、スキル、配一積んで、スキルの間隔めっちゃ極端に短くしたやつは、連射できるから、そこまで突き詰めたら、できるけど、そこまで突き詰めてないんだったら、マジで、一発撃った後の次のタイミングまでの間、無防備になって、ただ単に撃たれて終わるだけ。逆にそれを目指すんだったら、相当きついで。そんな過酷な道を今進んでたの？毎日5時間ぐらい射撃訓練場に行かなきゃいけないよ。実は真夜中に解除してカボスやってみたら、それは多分ね、なんだろうな、真夜中ってめちゃくちゃ強いって言われてるけど、使いやすいっていうんだったらわかるけど、強いはまだ別問題なんよ。真夜中って結局、余ダメージってスキル余ダメージがあってこそ、火力が出るから、だから何も積んでない状態で言ったら、そりゃ、ブレードの方が強くなる、火力はね。だからブレーは単純に、余ダメージとか、普通に素の攻撃力とかがあれば、まんま火力になるからさ、だから超楽なのよ。だから表裏フルセットでも全然強くなれるっていうのが、まあメリットっていうかさ、強みでもあるんだけど、真夜中とかは、スキルよだみとか単純に火力を上げる内側の要素をちゃんと上げないと、その瞬発火力も出んから、アルコンは多分ね、もう戻ってこないと思うよ。まあ、戻ってきたとしてもだいぶ先じゃない？多少この劣化が軽減された状態で来るか来ないかみたいな。もう、結局さ、このファルコンがダメになった理由も、ユーザーからの、クレームっていうかさ、苦情が原因なんだよね。で、今回その苦情の対象が刀に向いてるけど、なんていうかな、この課金したから強くなるとかさ、課金できない人が全部言ってたら、ゲーム成り立たないんよ、マジで。課金しても何の取り分もないじゃん。一生懸命強くして、なんかこう、戦いたいとか、なんか誰かの手伝いたいって頑張って課金してさ、そのメリットを受け取ってるだけなのに、それを奪われてしまったら課金する人がいなくなって、結果的に運営できなくなってサービス終了になってしまうんよ。このゲーム別に課金しなくてもこんだけ遊べてるじゃんっていう。このゲームっていうかどのゲームでも言えることだよ。どのゲームでもさ、課金ってあってさ、無課金で遊べて、課金はなんかこう、スキンだけ、外見だけ買えるってゲームも当然あるけど、
どうしてもその課金で性能の差が出るのが嫌だったら、そういうさ、課金で戦力差が生まれないゲームに行きゃいいだけの話だし、なんであえてこういうゲームを選んだ上に自分の都合を押し付けるのかってすげえ思っちゃう。わかんないではないよ。俺も強くなりたいし、戦力の差が生まれすぎて勝てない人いるし、ちゃんと無課金なのでバグ報告はしますが、クレームは入れてます。バグ報告は必要だと思う、マジで。完璧なゲームなんか存在しないから、それをちゃんと、なんだろう、ちゃんと情報を聞き入れて、まあ確認して修正とかしてくれる運営だったら、バグ報告でめちゃくちゃありがたいと思うからさ。たださ、なんかこれやっててうざいですとか、これ気に食わないですっていうのを全部不具合にしてさ、なんだろう、クレームとかなんか不具合報告として上げてる人がめっちゃいるんだよね。なんかこれやってて気に食わないです。だから不具合です。みたいななんかさ、何でもかんでも不具合にすんじゃねえよって思うことがめちゃくちゃある。まあ、今回のアンケートで俺も書いたけど、やっぱバグ自体は多いんだよね。なんか小さいバグ、なんか別にバグって分かってるけど、ストーリー進行に影響ないから別にいいやってこうスルーしてるバグもめっちゃあって、セラフィウムの床掃除。ああ、それはヨトゥームなるよ。ヨトゥームも床打ってたり上打ってたり、レーザー動かせなかったり。だからバグめっちゃあるのよ、ほんと。だから課金して、なんかバトルスーツ先に S を手に入れたって言っても、ほんと初期は強すぎてあれだったけど、今修正されてさ、修正された上に自由に動かせなくて、そのバトルスーツの効果を生かしきれてないっていう人がめっちゃいるから、なんか直さなきゃいけないバグはめちゃくちゃあるんよ。データは地獄だで。データは地獄だよ。データのランキング目指してる人はこもってるから、まあ地獄だよ。だからいつも見る知ってる顔しかいないはず。保護法でスコープ覗いてます。データはね、スナイパーで行くと、結構叩かれるで。よほど上手い人じゃない限り。立ち回りが。詰めてくる人が本陣まで詰める人もいるからさ。本陣まで詰めてリスキルする人が結構多いから。いいなぁ、データとヴィーナスマジやりたい。それができないんだったら何か別のやつを出してほしいな。車やろうかな。ここ2日か3日、結構エリート戦場とかもサボっててさ、全然グラナイトメダル稼げてないから、車で稼ぐしかないかもしれない。3000、最低3000ぐらい。今日エリートトレードまだ行ってないから、エリート戦場2回行って、報酬もらって、エデン行って報酬もらって、残りを、この休み中っていうかできなかったやつを車で全部回収しないと、今週の1万4000分は多分達成できないな。とりあえずこれ、マックスまで行ったら車やろうかな。今日、レスキューあるから、レスキューまで車でもいいかな。ほんと欲しいよね。グラナイトメダルはマジで毎週1万4000は、必須っていうぐらい欲しい。まあ、コネクターは課金ができる人からしたらコネクターって、
昇格で買えるから、めっちゃ優先度低めだけど、課金できない人からしたらめちゃくちゃ重要だからさ。俺も今、コネクターな、レベル7まで上げたいってやってるけどな。パーツ変えてないから、上げるに上げれないな。もう一回ぐらい上げれるかな。今回4箇所あんだよな。4枚だったら1回ぐらいいけるかな。ここ3枚。ということはこっち4枚か。コネクタ上げたい。とりあえず7まで上げて、あとは貯めて貯めて、もう1体バトルスーツを解放して、それまでグラナイトメダルを貯めて、一気にコネクター解放するっていう方向かな。やっぱどう頑張ってもやっぱ3体解放しないとさ、上位っていうかある程度上にいる人には勝てないよね。4ダメージの差がえげつない差だから、やっぱりどうしてもダメージの差がありすぎて、打ち勝てない。そういえば、電力バグ治ったのかな。なんか電力がゼロになるっていうバグがあったみたいだけど。とりあえず、月曜日までにいっぱい素材集めて、自分の強化する分だけ残して売りさばいて、一気にチャレダンでいって作ってか。ご利用して、勝てた。お、すごい。すごいじゃん。植えちゃった。いいな、データやりたいな。まあ、俺データやりたくないな。俺ダイヤだから知ってる人しかいないもんな、もはや。味方にいるならいいけど、敵に来られた時の絶望感半端ねえもんな。そう、知ってる人たちで勝つためにはまだ戦力上げるしかないんだよな。もっと。戦力が足りない。シルバーだから安心。なんかランク戻してくれたらいいのにな。でも今回はギリギリさ、いけたからいいけど、今シーズン終わってリセットされたら次は多分ダイヤいけないだろうからさ、このマッチング問題を直してくんない限り。マジ、こんだけさ、時間経っても直ってないから直す気ないんだよね、多分。もしくは、バグがあるっていうことを未だに認めてないんかな。なんか、サーバー統合したら治りますって言ってたけど、全然治ってないし。これは単純にこう、バグとかじゃなくて、なんか PC のユーザーが少ないだけですっていう認識なんかな。まあ、それはそれで問題だけどな。PC のユーザーが少ないだけで、こちらには問題がありませんとか言ってたら、だいぶ問題だよ。いや、そういうコンテンツを持ってきてる、持ってきて、
現在も有効にしてる時点で問題なんだよ。スマホができて PC ができないコンテンツをメインコンテンツで置いてる時点で。めっちゃ腹の減りが半端ねえな。ヴィーナスは、ああ、当たったら必要に殺しにかかるためでだけ。そうだね、なんかスマホで始めたっぽいね。みんなPC でできないからね、今。俺も最初の頃はスマホでちょこっとやってたけどね、全然違うんよ。操作感とかも全部、視点もそうだし。小牧さんいらっしゃい。こんばんは。パンダさん発見しました。発見されました。いらっしゃい。なんかめっちゃ敵に追われてきてるな、この人。なんか敵を、どっか撃ってる人いるとさ、倒していいのかダメなのか分かんないからさ、困るよな。そう、素材を集めに来てるんだったらどうしたら、あれかなと思って待ってるとさ、めっちゃ攻撃されるよ。今はね、めっちゃ木材防具のジョブに変えたばっかりで、金塊もないんで、素材を永遠と集めております。ゲームの名前はあれ目の前にいるやん。ゲルドさん、目の前にいました。どうもこんにちは。初めてだね。ゲーム内で発見しましたって言って来てくれたの。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いいね。超新星一つ結構人はね、増えたんだけどね。超新星で配信してる人がいるかってのはあんまり認知されてないからさ。見つけてもらえるのめちゃくちゃありがたい。あんなもん宣伝してほしいわ。配信してるよって、公認実況者とかっていいよね。運営さんが宣伝してくれるから。ファルコン弱体したと、紅葉の旅でスキン追加するのやってる。そうね。まあ弱体化してるけど、別に使えないわけではないから、ファルコンを使い慣れてる人からしてみたら、ぶっちゃけ、全然使えるけど、工夫は必要だよね。まあ、もともと結構ファルコン使ってる人って氷が多いから、まあ、氷を完全に爆破メインのコードに変えて、属性をモリモリにするとかの、特化にしないと結構きついかもしれない。とりあえず動き止めないと、瞬発火力がある真夜中とかが対面来ちゃったらさ、自分が撃つ前にやられちゃうから、まあ、真夜中があるって分かったらさ、大体の人が距離を置くか避ける方に行くじゃん。だから多分ファルコンが最初に、今までやったら正面から打ち勝てたのよ。火力があったおかげで、正面から真夜中にも打ち勝てたんだけど、弱体があったせいで正面から撃ったら絶対負けるから、それを氷結させて、爆発させて、それに連続爆破で追撃誘爆させて、みたいな。っていう、単純にその通常ダメ以外のダメージをモリモリにしないと、
結構しんどい。浅間くんいらっしゃい、晩は。いらっしゃい。ただ使えないわけじゃない。連続でさ、結局サブマシンガンだからさ、ファルコンって。だた出玉、弾数に関しては一番だし、だから運勢関係のコードはまだ相性いいのは変わってないから、下がった分を結局再構築とか融合データで補えんだったら、全然今まで通りの使い方はできる。火力は落ちるけど。あれなんかまだ、なんかリポップしてないな。このファルコン使えるんだ。ファルコンがいいんだけど、あれ。なんか、リポップ遅くね？途中です。いつものフローチいってらっしゃい。おつパンダー。今日は何個作れるかな。300個は作りたいんだけどな。300個作って全部売っ払って明日もう100個作って自分の分にするか。まず金塊が足りない。グルナイトメダルも集めなきゃいけないしな。もう金塊も足りないし、スタミナも足りないし、時間も足りないし、何も足りないやん。とりあえず木材を集めて、これカバンいっぱいになったら車やろうか。まず違うわ、エリート洗浄やんなきゃいけない。まずエリート洗浄やって、車やって、レスキュー作戦やるか。聖地は、そういや、さっきシード強化で出たやつどんくらい上がったんだろうな。スキルために 58! めっちゃ上がったやん。すご。マジラッキーや。今まで上がってた弱点、余ダメージ軽減だっけ？違う、非ダメージ軽減か。あれ下がってねえやん。下がった状態26%もあんだ。へえ。全然いいじゃん、そしたら。むしろいらなかった説。なんで気がリポップしてないんだい？どうなってるんだい？マネケンさんお疲れ様です。いらっしゃい。今木材ジョブに変えたばかりでお金ないから、めちゃくちゃ材料集めてる。さっきさ、試しにさ、今ついてる金のデータとか無視してシールド再構築回したら、スキル4ダメージが出たよ。金の。
速攻切り替えた。何のロックもせずにぶん回したらスケリオダメージの金が出て、もともとあったやつ消して、めっちゃ上がったスケリオダメージが。だからこれをベースに今度やんなきゃいけないから、結局ロックが必要だから、もう回せないけどね。まだロックのやつ作ってないから、前はさ、結局金だったけど、弱点非ダメージ軽減だったからさ、全然なくてもいいから、できたけど、金のスケールダメージはさすがに消えたら泣いちゃう俺は。初めて来たでしかも、余ダメージ系の金。俺軽減者聞いたことなかったからさ、92%だよ、92%。だここに、属性の全属性強化の金が来てくれたら、あとは何でもいい、俺は。まあ、他の余ダメージ系来てくれたらありがたいけど、全属性強化だけ来てほしいな、金の。定値が低いんだよな。金の属性値が来たら58ぐらい盛れるから、で、ピックのやつで30から40持って、そこで100を、100くらい稼げたら、まあ俺でも多分400中盤くらいかな。中盤ぐらいの属性はね、確保できるはずだからさ。あれ俺どこにいんだっけなんか、ルート間違えたなんか全然リポップしないんだけど。なんでこんな出ないの？ええこれどっかで勘違いしてるもしかして。まあ、いっか。あとちょびっとだし。ちょっとご飯もちょっと温存したいからな。1万7000。結構残ってる。とりあえず8洗浄だけやって、
レスキューまで車をやって、このマジ2日間ぐらいね、日課っていう日課はまともにできてないんだよね。マジでサボってしまった。サボってしまったっていうか、まあ、寝込んでたんだけど、いろいろありまして。これで何個なんだろうな。あ、敵いる。そう、敵の素材も欲しいんだよな。まあ、木材がまあ一番だけど、マジ全然リポップしなくない？なんでこんな遅いんだろう。あ、出た出た出た。ここでちょうど終わるかな。やっぱ副産物やんない方が出るじゃん。モードロ。間違った、こうじゃねえ。やっぱあれだな、副産物をバフ飯で取っちゃうと、コアの方が手に入っちゃうから、ちょっと効率悪くなっちゃうな。普通の方でやった方がいいな。ああ、空きがないや。これと、これ。マジ重い6個って。1個に対して6個って重いな。よし。エリート戦場行こう。マジやばいよね。今、今日さ、金曜日なのに6200しか稼いでないんだよ。エリート戦場の報酬3つで、1500で、買ったとしてだいたい2000、いくかいかないかぐらいだから、それでもやっぱ8000でしょ。だから、で、土日をまあちゃんと行って、稼ぐとして、あと2000ぐらい。違うか。エデンもちゃんと行くとして、だいたい1000ぐらいは多めに取んなきゃいけないんだ。で今日まだエデン行ってないから、あ、ギリ行けるかな。多分ね、でも車で何個か取りたいな、でも。できる。できるよ。え、ボットじゃね？うわ、ボットだ、多分。ボット戦長くなるよ。待って待って、拠点解放させて。よいしょ。マジか、ボットか。
ボット戦やだな。やだな。あらえ、何が起きた今。こんにちは、初見です。いらっしゃい。ゴアーバさん、ゴアーバさん、いらっしゃい。エリート戦場来たらボット戦でした。いや、ボット戦やだな。めっちゃ長いってマジで。早く終わんないかな。残念なボット戦。ボット戦長いんだよね。無駄に長いんだよね。だからもう、ボット戦来たら全部拠点開けて、ひたすら見つけ次第倒すって言って、少しでも早めに終わらせたい。マジ長い。あれ、みんなどこにいんの敵。なんかやり合ってる誰か。あ、めっちゃいる。無敵が長いな。歌タン聞き足りない音したぞ今。俺もバタス使おう。はい。はい。ここで時間短縮だ。いけい。誰撃ってる今。すげえここ。なんか僕とか使ってるミコトがすげえうざかった今。いけいけいけ。あれだな、大抵ボットの時って味方もボットなんだけど、味方プレイヤーだな。中身いるな、みんな。もうみんな早く終わらせたいんだろうな、これ。真面目に倒してるもん、みんな。またアッキーさんだ。アッキーさん、同じ島の方だ。終わったけどもう一回なんだよな。もう一回ボットはさすがに来ないだろう。今週じゃない、2日ぐらい全然エリートできてなくて、メダルを稼ぎに今必死です。遅れた分を取り戻さないといけない。車をやろうかなと思って。車の方が早いかな、エデンの方が早いかな。まあ、エデンはなんか誰かがいないか。3連続負けるとボットですね。これ負けたのかな？ 3 連続で負けてはいないと思うけどな。負けたかな？最近でも強い人と当たるな、よく。で、なんかリスキルされてる気がする。でも勝っても負けても2回行けば、このデイリーがもらえるから、いいよね。
最初の頃って負けたらさ、ポイント少なかったよね。もらえるポイント。やべえ、ミッション達成してない。拠点1個か。逮捕したのに。車の出入りももらってないから、車の出入りもらいたいけど、あれ結構重いんだよな。ポイントが。気分転換でやるか。とりあえず、ここでミッション達成し、あ、達成された。なんで？あ、あれか。移動距離か。いる。あ、だった、こっちだった。間違えた。ギルメンだ。ギルメンにやられたぞ。出だし、雷の可能性を追求して雷来たらなんか、やっぱ氷の方、氷が火の方がいいな、やっぱり。また同じ。みんな属性何やってんだろう。ずっと氷でやってきたけどね、やっぱ火か氷が一番調子いいんだけどさ、雷が強いって聞いたからね、雷を今、おお、たまたま属性が一番雷が強いからさ、雷に合わせてやってんだけどね、あんまり強さを実感できないんですよ。あ、タイミング悪かった。渦巻きマジ嫌い。マジ嫌い。あ、間に合った、間に合った。いけると思ったんだけどな、今。いや、無理か。なんか後ろにね、いた人いる。なんか見えないぞ。わあ、終わった。
ね。いけ。おお、危な。誰もいない。取られてるじゃん、また。味方なのかな。あ、落ちた。こっから逆転は難しいな。ん。やっぱ雷より氷かな、やっぱり。おかえり。あー、ミスった。タイミングバッチリ返事しちゃったね。敵の攻撃に。まあ、開けた。まあ、頑張ったでしょ。これで、リスナーに見覚えがある方がいる。誰？クロスサーバーってことはパンダさんスマホに変更？ん。パンダさん誰？どこのパンダさん？俺パンダさんいっぱいいるけどな。どこのパンダさんですか？マッチングしなすぎてパソコンからスマホに変えたときに、勝手に勘違いしました。ずっとパソコンだよ。今の配信環境で
あれ、スマホに変えたら配信できないから、この状況では。久々の車。ここスクショ撮りてえな。次撮ろうかな。タイミング見計らって。あっちスマホ、まあ、スマホでもできないことはないで。別に。できないこともないけど、そしてパンダのスマホはそんなあっちあっちなんないよ。ごば、ごばさん、YouTube やってます。YouTube やってる方だったの？お仲間だ、お仲間。よっこらし。機種による画像画質落としたりしないと無理。さて行こうか。どうなんだろうね。痛い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 。誰だ俺を攻撃したやつ。画面がちっちゃく縮小されてるからちっちゃく見えるかもね。よいしょ。久々の車はなんか負けそうだねこれ。なんかみんなさテレポートに入ってなくね？入った。だねー。俺アイテムなしだぜ。これ無理だって。なんでみんなか、無理や。なんでみんなさ、テレポート入んないの？重い。あ、結局ダメだったのか。他の人がやる。いや、さすがにさ、あんだけいてさ、全然、みんな逃げ回ってたんかもしれんけど、入らなすぎ。ちょっと俺はメダルが欲しいんよ。
逃げる方だってさ、めっちゃ楽に逃げれるじゃん。さあ、どっちかな。あ、誰か拒否した。あ、鬼だ。まあ確かにね、確かに気が楽っちゃ楽。鬼だよ。鬼は知ってる、なんだろう、追い方を知ってる鬼がいいな。なんでもかんでも突っ込んでく鬼は勝てないからさ。ピーポーピーポーしてくれる鬼がいい。あべ、ぶつかっちゃった。なんでこれで回ってんねん。まあ明らかにぶつけさせようとしてたな。うわ。そう。何個竜巻あんのここ。なんでぶつかんねえ、そこで。あ、ミスった。2個持てたな。いで。待て。待て待て待てー。そんな端っこまで逃げて。ああ、持ってたのね。じゃあ、そう。止まったのにな。まあ、いっか。相手も回り回って勝てる。ちゃんとテレポート回ることを回ってくれればだな。
あ、ゲルメン同士だった。あ、でも今回の人ちゃんと回ってたのね、みんなね。お腹壊してる、お腹。今ので7800。先は長いで。先長いから、先にエデンのやつ持ってこようか。今日ってプールあったっけ？あ、プールあんじゃん。お、もういない。誰かやってたな、今。よいしょよいしょ。一番近いとこどこだ？これか。コルクってどうなんだろう？コルクはあんまやったことないんだよね。すぐ見つかっちゃうから。え、消えたんだけど。受け入れを停止しましたなったんだけど。え何？ゼロになったけど。ゼロになったけど達成したけど。まあ、いっか。達成したから。なんかギリギリに滑り込んだら、ゼロになったんだけどさ。
わかんない。今のバグなんかな。もう一回集め直さなきゃいけないんかなと思ったらクリアになった。とりあえず後半でそれはずっと前から、あ、そうなんだ。あ、でも達成したからまあいいけどね。これで8420。もうちょい稼いでいきたいな。その前にちょっとね、プールパーティーは行きたいんよ。コルク3秒で終わった。めっちゃ早い。他のプレイヤー、あ、ともちんがいるんだ。見えなかった。ここでさ、稼いであげたいテクノロジー。もう1700しかないんだよ。会心、今回会心なくなったから会心あげたいんだけどな、ちょっと。ここも上げたいんだよな。スキル被ダメージ軽減と通常被ダメージ軽減。弱点ダメージ。会心値。全然足りない。ギルド貢献ポイント。これ。みんなどれ上げてんのみんな。絶対、さあ、属性は上げるよね、みんな。全属性強化。全属性強化とさ、スキル4ダメージは絶対上げるじゃん。ギルド貢献ポイントの周回版。そうね、周回、まあ少なくても、ね、取れるとこがあったら、みんなやる気出すよな、多分な。周回系ないもんな、このゲーム。マジ上げたいところがいっぱい。いや、今日のスキル、じゃねえや、シールド再構築、思いつきやってみてよかったわ、マジで。全部、ロックせずに、切り放題やって、なんか金出たらいいねって言ったら、スキル4ダメージが出たらめっちゃ嬉しいわ。ご飯ももらえるよ、ご飯。お昼の部と夜の部、ご飯。ギルド飯ももらえるで。なんか300だから、そんくらい。これ。でもAR 訓練がこれになってさ、忘れてた。ダメよ、忘れちゃ、これ。結構もらえるからね。しかも、食べた時に探索して採取した時のお腹の減り具合とかが軽減されたりするから、絶対食べた方がいいよ。すげえミスマッチしてる、この顔。
あ、やっぱ会心率減っちゃったな。まあ減っても十分だけどな、こんだけあれば。56.6% でしょ。そこに36.6、36だから、まあ90%あれば、まあいっか。結構前。余ダメージ減っちゃったな。その分スキル余ダメージ上がったけど。誰かが乱れとるな。何かが乱れとる。これでいつなの次。65か。65。お ?65 なったら一気にどこまで行くんだ。あ、67。6まで行けんだ。これ先長いな。お楽しみくださいってね。次のランクのさ、8まで上げてさ、VR84 回までクリアだからさ、今100回まであるわけじゃん。まだまだ上がってくよ、これ。まだまだあるぜ、これ。VR はなんか難しいところと簡単なところの差が激しいよね。なんか階層が上がってったから難しいって言ったらそうじゃないし、階層上がっても簡単なやつあるよ。言うとなんか跳ねてる。なんかコルク戦ここでやってる人がいて誰か。これ何でもらえんのこのオーバーロード。そんなことできるの？オーバーロードでしょこれ。なんかの遺産の。なんか巨大化できるやつもあるし、クラゲになるやつもあるし、鹿になるやつもあるし、オーバーロードで結構あるよ。俺もオーバーロードまだしてないからさ、全然。あれなんだ？何の遺産だあれ。どれだ？植物系でしょ？変身してるからエピック以上かな。緑がない世界。どれ？
遺伝子注射アルファはクラゲでしょ。緑がない世界どれだ。あ、イノシシもあったわ。あ、ペットもらえるんだ、これ。やってなかったよ。俺持ってないかも、緑がない世界。取ってないやつ。何の遺産？そもそも今遺産って何個あるの？全部で。これじゃないの？なんか擬態試薬だったけど。わからん。わからん。わからんけど。とりあえず全部今66個ある。で、今、プラモデルのやつはまだやってないから、今67個、一応取れるのか。もっとある？全部で何個あんの？遺産って今。プールパーティーのクイズ連続クイズ。俺やってねえや。やってねえや、今。最後の1個だけ。1個だけ参加。もう少しな、ギルド貢献値が欲しいな。参加してるギルメン、私が2人だけ。そりゃもう、せめて4人いないと当たりが出てこないやつだ。忙しいんかな。それか別のことやってるかだね、多分。次はレスキュー作戦。まだ時間あるので、黒は仏風もう一回行こう。
出張会議で疲れて休んでて、お風呂に使ってたな。さっき。お疲れ様。よし。ぷっぷー。せめて150は欲しいな、ここの。順位上がってんだけど。順位上がったぞ、さっきから。全然やってないのにまだ40位以内にいることがすげえな、まず。よほど人気ないんだな、このゲーム。またキャンセルされた。どっちだ？よし、逃げる方だ。よし、今回は思いっきり茶化しに行こう。この始まりまでが長いね。もうちょっと早くしてほしいな。出張。よっしゃ。あ、入った、砂嵐。あ、なんか来た。来てるよ、来てるよ。あ、早速一人脱落しとる。あ、二人目。お、これはあれかな、うまい鬼さんかな。三人目。やばい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 。味方がどんどん減ってく。これはもう完全に単独行動で3箇所攻めるしかないわ。3人しかいないから。それがおとり役が。あ、このままいけるかな。俺の方に来た？来てないな。あ、やばい。あと一人しかいない。あと一人しかいない。二人に追われてんだ、多分。いた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 。で、多分俺の方に来るでしょ、これ。イエーイ。すげえ、なんかすげえ最初の方になんかいなくなったの。もう一回いけるかな？もう一回いける？もう一回いける、多分。あ、取れた取れた。500。次300か。さすがに500まで取ろうと思う気になんないな。
どっちだ。よし、逃げる方。今日まだスタミナ1万7000ぐらいあるから、もう一周行こうかな。もう、鉱石に比べたらめちゃくちゃ楽に作れる、素材が。マジでなんか木材防具、神がかってるわ。あ、来た。勢いでフュージョンに手を出して、銀攻撃が重なりました。オーマイガー。銀攻撃になりましただったらよかったのにな。もったいない。てっ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 て。あ、俺は負けた。負けた。まさかの負けたんだけど。ひっくり返したけど、やっぱあっちの方が強いな。バインドでも金は金よ。もったいない。しかも攻撃はもったいない。HP だったらワンチャンかけてもいいかもしれんけど。攻撃はもったいないな。あたり後悔。もったいないね。陥落区に異常なエネルギー波動を検知しました。現在24時間体制で監視を行っています。俺も今防御とさ、攻撃1個ずつ鍵付きがあるんだけどさ、連盟の動力センターでは残してあるよ。新たな危険性の認識を公まあ、表しま70解放された時に、ワンチャン何かなればいいかなぐらいで。致命級と定められています。要はあと9個集めれば、自力でつけられるわけじゃんか。自力っていうか、金塊で買ったりとか。ったいないな。今日まだ全然取引所出してないけど、売れるかな。ちょっと上がったね、こっち。341。
ラテックス下がってきたんちょっと。誰も買う人いなくなっちゃったんかな。鉱石。ルチルってさ、何に使う？あと。家具だけだよね。みんなもうそんな持ってんの？家具用に。俺なんかさ、壁紙のさ、なんかなんだっけ。リディアが書いてある壁紙のやつさ、来たからさ、交換したんだけどさ、シェルターレベルが13になるまで解放できませんってなんか、何もできないんだよ。本日の気温は摂氏25度から28度、東寄りの風、風力3、降水確率35%、太陽活動は正常です。間もなくレスキュー作戦が始まるよ。陥落区に異常なエネルギー波動を検知しました。現在24時間体制で監視を行っています。スチールダメージ上がったからちょっとダメージ出るかな。でも新しいお家作っててさ、その素材がさ、めちゃくちゃパイローと、なんだっけ、粘土ないよな。やっとの思いでなんか手に入れたついたてが地獄のような素材だ。また力ためんのかみたいな。連盟より緊急通知が届きました。近日タイダルの動きが活発化しています。避難所各所は守りを強化してください。歌子ちゃん正面ドアップです。ペガサス号は自由を先導する。始まった。皆さんにお会いできてとても光栄。ご飯食べようと思ったらご飯食べる前に始まってた。どこにあるのでしょう。なんか歌子ちゃんが棒立ちしてる。あれだな、これ。さらわれる気満々でいるんだな。だからぶっ飛ばされたー。
残念。誰運ばれた今。見えねえ。誰が運ばれたんだい？侵入者排除。はいえ、もう来てる。少し見くびりすぎたようですね。私のところまでたどり着けるとは。それではもう少し遊んであげましょう。あ、ミサイル当たんね。単独で挑んで私に勝てるとでも。よー。なんか全然会心出なくなったな。単独で挑んで私に勝てるとでも。今回やったー。私たちが優れどっちも顔。パンダない10位に入ったぞ。桁がちげえな。あ、次9位9、8くらいはマネキン戦に近いぞ。でも火力上がった気がするな。なんか今回の敗因は余ダメージだな。余ダメージが下がったことによるダメージが落ちた。やっぱ今日のスキル余ダメージが上がったのはでかいな。普通の余ダメージ上げたいけどな。
地球。明日、2000取ってよ。13000コースか、今んとこ。あと1000稼がなきゃいけないのか？きついな。きついぞ。さすがにちょっと13000で妥協しよう。ヴィーナスとかできるんだったらやるけどな。さすがに車ぶっぷやりすぎるのはちょっとしんどいな。あ、16000だった、スタミナ。言うて今15000しかあれ、物資取引許可証がないから、全部は出せないんだよな、どの道。粘土が欲しいよ。粘土集めてから買えばよかったかな、ジョブ。粘土をちょっとさすがに500何個必要だから、半分くらいまで集めてからやればよかったかな。なんだっけ、あ、エモートか。あれ、モフさんどこ行った？なんか M 君高台に乗ってるの。お酒におじます。了解、お疲れ様。あんなも今、妹だけしたら落ちようかな。いるかな？いないかな？いないかな？放置中かな？よし。これはいないな。あれ、モフさんどこ行ったんだ？モフさんもう寝たんかな？出張疲れて。じゃあパンダも終わるか。よいしょ。今日結構、木材最初に2周したけど、2周で200個ぐらい集めたからな。もう1周いけば300いけるな。わりかし、木材作りやすいね、ジョブ素材。鉱石より作りやすいんじゃねえか？ぜひぜひ。今はね、武器素材、あんまり売れ行きがよろしくなくてね、多分みんな武器育成が、あらかたいい目処がついちゃった感じがしてね、防具の方が売れるんでね。ぜひぜひ、皆さん、木材、防具、今が稼ぎ時です。木さん、エリートとボット、ボットいるよね。さっきボットだったよ、俺も。ボット長いんよ。
まあ、とりあえずね、今日のやるべきことは終わったんでね、配信はこの辺で終わりたいと思います。ちょっとね、何かね、こう、面白いネタがあれば、ぜひぜひ提供していただけたらね、やるんで、パンダが。しばらく探索じゃねえ、最終になって、強化を突き詰める感じの配信になると思うので、何か面白いことあったらぜひぜひご提供ください。まあ、何かの奇跡が起きてデータとヴィーナスが PC でもできるようになったら、ガンガンデータと PC を回すので、まあそれまではね、採取して、いろいろ金貨に変えたりして、強化をしていくような感じになっていきます。まあこの時間が結構まだ余裕があるのでね、まあその間にいろいろフレンドを増やしてね、まあ一緒に遊べる方をね、増やしていけたらと思うので、今日もゲームやってる最中にね、たまたまね、目の前に遭遇した方が配信にも来てくれて、ちょっとありがたいことが起きたんで、そういったことが今後ね、結構増えてくれたらいいなと思っております。まあそんな感じで終わろうかな。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の配信もよろしくお願いします。それでは皆さん、おちパンダでした。また次の配信でお会いしましょう。またね。お疲れ様。バイバイ。